皆さんこんにちは。球場の歩き方です。本日は2024年8月2日。今私はメジャーリーグ観戦の旅をしておりまして、アメリカのシカゴに来ております。旅も今日で6日目。今日も昨日に引き続きカブスの本拠地リグレーフィールドへと向かいます。アクセス方法や1日目の様子などは前回の動画にまとめておりますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧になってください。いやー、しかし昨日の余韻がまだ冷めやらぬ中、また今日もリグレーフィールドに行けるこの幸せ、皆さんと一緒に味わいたいと思います。それでは行ってみましょう。さあやってまいりました。メジャーリーグ観戦の旅6日目。今私はアメリカのシカゴに来ております。初日と2日目はシカゴでホワイトソックスを見に行き、3日目にミルウォーキーへ移動してブリュワーズを見てきました。5日目の昨日、またシカゴへ戻ってまいりまして、カブスの劇的な試合を見たところです。カブスの本拠地リグレーフィールドはシカゴの北側ノースサイドにありまして、ダウンタウンから地下鉄で約15分ほどで行くことができます。スタジアムは駅の目の前ですし、アクセスはとても良好です。今日もホテルに最寄りの地下鉄レッドラインのグランド駅からスタジアムへと向かいます。しかし相変わらずカブスファンは多いですね。前回の動画でも言いましたけど、ホワイトソックスの試合よりも明らかに多いです。昨日ご紹介した通り、アディソン駅前にはたくさんのグッズショップがあるんですが、今日は昨日とは違うこちらのお店に行ってみようと思います。対戦相手のカーディナルスのグッズがある。珍しい。シカゴのホットドッグですね。野球グッズだけじゃなくてシカゴのお土産的なものも結構扱ってますね。スノードームとか、あとはですね、これシカゴドッグの具材ですよね。レリッシュとかもある。このスカーフおしゃれだな。色がカブスっぽくないのがまたかっこいいな。T シャツもたくさんあります。ウォールアートのリグレーフィールドバージョン売ってる。この間ギャランティードレートフィールドでも売ってたやつですね。小さいのもあるじゃん。こっちだったら買えるかも。いろんなオーナメントがある。ここにもある。こっちのバージョンもいいな。これ壁にかけといたらかっこいいですよね。昨日行ったグッズショップでもそうでしたけど、ちゃんとホワイトソックスのグッズも扱ってるんですね。売れるかどうかは別ですけど。こちらはシカゴのホッケーのチームブラックホークスのグッズです。そしてこちらにはアメフトのシカゴベアーズのグッズもあります。日本でも有名なバスケットのブルーズのグッズも扱っています。4大スポーツ全てのチームのグッズがあるんですね。カブスのグッズに戻りますが、キャップの種類も豊富です。ポップやタンブラーもおしゃれなのがいっぱいありますね。昨日も言いましたけど、やっぱり歴史のあるチームはグッズもかっこよく見えてしまいます。すげえ、スーリッパまで売ってる。何これ、リグレーフィールドって書いてあるブランケットだ。これめっちゃ欲しい。これいいな。もうね、欲しいものがいっぱいありすぎてお金がいくらあっても足りないですよ。さて早速入場しようと思うんですが、昨日はバタバタしてて行けなかった正面玄関へ行こうと思います。やってまいりました。シカゴカブスの本拠地リグレーフィールドです。会場は1914年で、メジャーリーグではボストンのフェンウェイパークに次いで2番目に歴史のある野球場です。なんといっても特徴的なのはその歴史ゆえに古き良きボールパークの美しさが今なお堪能できるところです。外野席の裏側には今でもビルの屋上から観戦ができるルーフトップ席があったり、100年以上経った今でもその伝統は変わらず受け継がれています。 MLB で最も美しい球場とまで称された野球場をこれからご案内いたします。付近の路上にはこのようにグッズの露店が出てたりして賑わっています。しかしすごい人だな。昨日から見てますが、とにかくカブスの人気はすごいですね。試合前からもう球場の周りは熱気に包まれてますよ。無事に入場できました。やっぱりこの球場の荷物検査はそこまでは厳しくないですね。球団の考え方なんでしょうけど、これだけ毎日お客さん来たらチェックも大変になるということもあるんですかね。内野のバックネット裏スタンドへやってきました。本当になんて美しいフィールドなんでしょう。もうこの景色惚れ惚れしますね。青々とした天然芝にこの青空、まさにこの球場の真骨頂ともいえる景色が目の前に広がっています。
この球場は当時オーナーだったフィリップ・リグレーさんが野球は太陽の下でやるものだという意向で1988年まではナイター設備がなかったほどなんです。昨日とても気に入ったので今日も内野の2階席を取っています。ここの2階席はですね、他の球場のアッパーデッキと違って結構フィールドを近く見られるのでお値段的にも他と比べてお安いですしおすすめです。2階席から眺めるとまたさらにこの球場の良さを堪能できます。今いきなり映像で始まったんですけど、これもしかして今日来てるんじゃないんですかね。やっぱりゾブリストが来てるんですね。そういえば昨日はお話ししてなかったですが、この球場の外野フェンスはレンガでできていまして、そこを美しいツタが覆っています。打球が抜けてこのツタの中にボールが入ってしまうことも珍しくなくてですね、その時は野手がアピールするとグラウンドルールでエンタイトルツーベースになります。なんだあれ、めっちゃ長い。みんな買ってきてる。これどこで売ってんだろう。内野2階席のバックネット裏の方へやってきました。いやー、今日は天気が良くてここからの眺めも素晴らしい景色です。リグレーさんの野球は太陽の下でやるものだの言葉にぴったりな一日ですね。昨日もご紹介しましたが、外野スタンドの道路を挟んだ向こう側にはビルの屋上に座席が設けられているのが見えます。あれが有名なルーフトップ席でして、古き良き市街地の球場ならではの光景なんです。せっかくなのでまた1階スタンドへ降りてみようと思います。
1階スタンドの最上段、超絶視界の悪いポジションからの眺めです。通路の後ろ側だったら立って見てていいと係の人に言われたので今そこに立ってるんですけども、ご覧のように2階スタンドが上を覆ってましてフィールド部分しか見られませんね。そしてところどころ柱が立ってますので席によってはプレーがかぶってしまう席もあります。もちろんスコアボードも見えませんのでそのためにここに会員スコアが表示されています。内野のコンコースにグッズショップがあったのでちょっと入ってみましょう。これなんだろうと思ってたらデーゲームの開始時刻になってるんですね。帽子にもタンブラーにも野球は太陽の下でやるものだの精神はこんなにも浸透してるんですね。球場の外を眺めてみるとちょうどアディソンの駅前ですね。奥にはシカゴのダウンタウンが望めます。お、地下鉄が発車しましたね。いいなこのロケーション、この雰囲気。いやしかしこのさっきから聞こえてくるこのティンバレスの音、またしてもストリートミュージシャンですね。めちゃくちゃうまいんだよな。席へ戻ってきました。もうあまりにもこのスタジアムが美しすぎてずっと眺めていたいです。ゾブリストが歌ってくれるの？シカゴはミシガン湖から吹く風が強いことでも有名でウィンディーシティとも呼ばれています。スコアボードの上の星条旗とナ・リーグ各チームの旗がものすごいたなびいています。マリンみたいにここにも風速計があったら面白いのにな。本日の監修を当てるクイズが行われています。この球場全部で4万1000近く入るんですけどね。さあどっちでしょうね。 B か D か。B でしたね。いやすごいな。2ストライクでこの熱気ですよ。いやー昨日に引き続き勝ってゴーカブスゴーを聞けて本当に最高でした。リグレーフィールドを満喫できましたよ。2日間見てきてこの球場の独特の雰囲気とか球場の熱気とかファンから愛されてるのとかを目の当たりにしたら本当にカブスを好きになっちゃいますよ。何度でもこの球場に通いたくなります。あとですね、カブスファンは本当に野球をよく見てる。最後まで諦めないし試合中もしっかり試合見てるし、チャラチャラしてたりファッションで野球観戦しに来てる人はほとんどいないです。この遠征で見られるのは最後なんで名残惜しいんですけども、またいつか絶対行きますからね。さてカブスを見たのでこれから皆さんにご紹介したいところがあります。シカゴにカブスを見に行ったらどうしても行っておきたいところがありました。それがこちらのハンバーガー店ビリーゴートタバーンです。メジャーリーグ好きな人ならご存知のヤギの呪いのヤギを飼っていたビリーさんのお店なんです。ここで伝説となったヤギの呪いのお話をご紹介しましょう。時は1945年の10月6日、シカゴカブス対デトロイトタイガースのワールドシリーズ第4戦。当時このお店のオーナーだったビリー・サイアニスさんが可愛がっていたヤギのマーフィーを連れてリグレーフィールドへ観戦にやってきました。ところが入場しようとするとヤギは臭いからという理由で拒否されてしまいます。今の時代だったら拒否されるのは当たり前ですけれども、ビリーさんはそれまで何度もヤギを連れて観戦をしていたそうです。
この日のチケットもちゃんと2枚分確保していたのに聞き入れてもらえなかったので、こう言い放ちます。カブスはこれ以上勝つことはないだろう。リーグレーフィールドにヤギの入場を許可しない限りカブスがワールドシリーズで勝つことは決してないだろう。結局そのワールドシリーズでカブスは敗退するんですが、その後もカブスは地区優勝まではするものの、ワールドシリーズはともかくリーグ優勝すらできない状態が続きます。このことからこれはヤギの呪いだろうという噂になり、ファンは長らくこの呪いに悩まされます。2003年のリーグチャンピオンシップシリーズでは第6戦でファールフライをカブスファンが妨害したところから大逆転を許し敗退。2015年にもリーグチャンピオンシップシリーズに出場するもメッツに4連敗を喫します。しかもこの時メッツで活躍したのはヤギの名前マーフィーと同じ名前ダニエル・マーフィーだったという落ち着きでした。結局2016年にワールドチャンピオンになるまでこの呪いは解けなかったわけです。ですので先ほどのゾブリストもそうですが、この時の優勝メンバーはシカゴでは未だに英雄なんですよね。店内に入るとアメリカンな雰囲気でテンションが上がります。ヤギの呪いでも有名なんですが、それ以外に有名なことがありまして、もともとギリシャからの移民だったオーナーのビリーさんが注文を聞くときにチーズバーガーをチーズボーガーと言ってたのが人気のお店なんです。お店の前の看板にもしっかり書かれています。Ready? Okay. というわけで私も定番のチーズボーガーを頼みました。そしてドリンクのコップにはヤギの絵も描かれています。至ってシンプルなバーガーなんですけども、パティがジューシーでめちゃくちゃ美味しかったです。あとバンズもめっちゃふわふわでした。なんでアメリカのハンバーガーってこんなに美味しいんでしょうね。店内には歴史あるお店だけに写真がたくさん飾られていました。もちろんヤギのマーフィーの写真も見ましたよ。お送りしてまいりましたシカゴ6日目、いかがだったでしょうか。ホワイトソックスとカブスの両方見ることができましたけれども、同じシカゴなのに球場の雰囲気もファンの雰囲気も違っててとても興味深かったです。まだまだシカゴは見たいところがたくさんあります。また必ずやいつか来たいですね。さて明日はミシガン州のデトロイトへ移動します。次回もぜひお楽しみに。それではまた次の球場でお会いしましょう。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。